アンネと2人でお母さんと子供の日をやります。疲れた。こんにちは。トルコに住んで5年目の日本人優香です。今回は私と娘のまやちゃんだけで自然の中のお家から町の中心街へ遊びに行きます。自然の中に住んでいるといっても徒歩20分のところに1日に4本来るバス停があります。これから自然生活を始めたい方にその場所に交通機関はあるか、また電話などの通信やインターネット接続ができるかなども重要なポイントかなと思います。そもそも私たちが自然の多い中に住んでいるのはもちろんそういう生活が好きということもありますが、世界的にひどい経済崩壊が起こることを予測していたのも一つの理由です。トルコは今現在物価の高騰が顕著な国の一つです。政治的な不安定さ、トルコリラの価値低下など複数の要因が合わさっています。ガソリンの高騰によって車に乗れなくなり、普段から庶民にとって重要なパンやチーズ、ヨーグルトの値段も高騰しています。借家の料金は支払いが難しいほど上がり、家をシェアしている人が増えているそうです。私たちも5年前にトルコに来た当初、借家を借りていました。借家を借りていた当初、2019年、私たちはイズミル郊外の3階建ての一軒家の家賃2100ターキッシュリラ、日本円にして4万円ぐらいだったんですね。それが2024年6月現在、一軒家の家賃が3万リラになっています。それはなんと14倍あります。14倍の値段に高騰しています。レストラン、ホテル、日常的な食べ物、光熱費、ありとあらゆるものが日に日に高騰していっています。私たちもガソリンを使いすぎないこと、外食を控えること、ホテルを使わないこと、気軽に旅行や外食ができる魅力が減ったのは残念ですが、以前よりもずっと気をつけています。イズミルの町の中心街まで車だと1時間30分。しかしバスだと相当な時間がかかりそうです。今週は夫のギョカン君はイスタンブールで仕事です。だから女子2人で普段できないことをしてみるつもりです。ようやくシェフェルヒサールの小さな町の中のバス乗り換え地点までやってきました。少ないね。2回目のバス、バルチョバという大きな町へ向かいます。バスや電車などの交通機関はまだ安いんじゃないかなと思います。私は最近市営のものが安いしクオリティが高いと気がつきました。だから意識的に市営のカフェなどに行っています。
この辺りから道を尋ねると、私英語喋れますとすぐ明らかに私たちが外国人なのが分かって、皆さんが助けてくれ始めました。しかもいろいろなアジア人がいる中で、なぜか皆さん私たちが日本人だと分かり、話に花が咲いてとても面白かったです。こういう出会いが旅をしている中で最も楽しいのかなと思います。電車が来たら、暗いね結構。電車が来たら、乗るね。だいぶ街中までやってきました。丘の上に家がぎっしり建っています。また電車を乗り換えます。私たちはいつもよりでも最も大きな街の一つ、カルシアカにある有名なショッピングモールへ向かっています。あ、これじゃん、多分。あ、これだね、きっと。これで下に行くんじゃない？ね、全然エアコンも効いてて快適。着きましたー、イエーイ。めっちゃ遠かった。ね、今日はね、来る時にいろんな人と会って、こうどうやって行くんですかって言って、トルコ人になんか警察みたいな人に聞いて、でも全員トルに英語が喋れなくてちょっと困ったんですけど、2、3人若いお姉さんとかが、まあ、なんかおじさんもいてね、最初お姉さんが、私英語喋れますけど手伝いましょうかとか言って手伝ってくれたり、次はおじさんが優しい顔に、ここはこう言って同じ電車とか一緒に行きませんかって言って、で電話番号よかったらもらえますよ、なんか困ったら電話してください、僕が道を言いますねって。日本そんなんなさそうだな。そんなことないけど。ある？見たことない。あるよ、優しいよ。そう、でも3時間ぐらいか。いや違う、電話番号をもらうっていうのがああ、確かにね。電話番号は。いや別に優しいことは全然するんだけど、電話番号をもらうっていうのが普通にする。ああ、確かに。まあで次はちょっとめっちゃ可愛いお姉ちゃんがいて、その子が手伝いましょうかって言って、いろいろお話とかして、なんか面白い。お姉さんもやっぱ若いから、青春の年だし、16歳ぐらいかな、もうちょっとじゃん。 17 19とか19、まあ大学生のぐらいのお姉さんで、日本の話とかいろいろね言ってくれて、なんか日本のお姫様の話を言ったんですよ。ですごいねみたいな笑ってくれて、いい人だなと思って。じゃあ入るので閉めます。来た。めっちゃ遠かったけどやっと来たね。遠かった。遠かった。やば。でも面白いね、こういうのも。ねえ、面白いね。そういえばここで金をなくしたんだよな。そう。金というおもちゃを持ってたんで、アヒルの。で、みんなにとってはゴミみたいに見えたものなんですけど、私にとっては本当にすごい大事なお人形だったそう大事で大好きだったんですけど、これでなくして、その時ハートが壊れて、でフェリーボットとかいろんな思い出があったから、なんかそうフェリーボットになった時はもう泣いたりして、本当に苦しかったです。でも見た人はゴミかなんかだと思ったら、悲しいなって。行きましょう。トルコのショッピングモールです。トルコ国内 1% ぐらいの富裕層の人たちが来る場所と言われています。
私は結局のところ外貨を持っている外国人なので、まだこういったことを楽しむことができますが、トルコリラのみの生活の方からしたら大変高価なものばかりの場所だと思います。コーヒーでした。コーヒー飲めないのマーマーク。私がかぶっている麦わら帽子、2、3年前に買った時は80リラでした。同じお店でチェックしたら1250リラから1650リラでした。約20倍です。前取った間ね。ね。レストランは今本当にびっくりするほど高いことがあるので、エコノミーなお店かどうか気をつけています。レゴのお店みたいなのがあって、そこでなんか自分のアバターキャラクターを作れるんだよ。で、あのドラマの名前言っていい？名前忘れたんだけど、シンプルに。でもそこの主役のところの子の名前がトトノ君って言って、まあ、アフロのね、でそこに出てくるある女の子がいるんだよ。で名前忘れたけど、なんかすごいクールでライカちゃん。ライカちゃんって言ったら、もう私はあなたアイスクリーム1つのボールが75リラ、日本円にして364円でした。日本円換算でも高いんじゃないかなと思います。路面列車の駅です。行くのに時間かかりすぎてしまったので、帰りは海をフェリーで横切るルートを使います。帰りは電車ないんだね。帰り？ほら、ずっと一日バス停で待っててくれたんだよね。すごいね。桜来て。でも本当にレゴも嬉しいしね。そうだね、レゴもね買って。紹介したんだけど、レゴすごく嬉しい。買っちゃったね、レゴね。もう今のうちですよ。もう高くなるからもう100リラですよ。100リラ。一つのキャラクターで小物付きだと100リラ、3個付きだと200何140。